たは。皆さんこんばんは。今日はですね、今日は世界の裏側で何が起きているのか、皆さんが知らない真実を教えたいと思います。そして AI がどれほど現実を変え始めているのか、それを話したいと思います。多くの人は AI イコールチャットで遊ぶものとか画像を生成するものくらいの認識でしょう。でも世界中の投資がなぜ AI に世界中の投資が過熱しているのか、その現場を知っている人間はほとんどいないと思います。だから今日はうさんくさい AI 霊産トークをするつもりはありません。たった1ヶ月で私が実際にやっていた実物を見せながら話します。はい、ざっとお見せすると、これだけのことをやってました。これだけのことがたったの1ヶ月でできるんです。
はい、第一章。です。第一章。子供の頃の夢は、今なら一人で作れる。皆さん、子供の頃に、こんなゲーム作りたい。こんなドラマ作りたい。そう思ったことありませんか？いや、こんなクソシリーズ、本当はこういうゲームやりたかったんだな、みたいな。作れます。今作れますよ。人が作ってくれるのを待ちわびる時代は終わりました。はい、もっと小さくてもいいです。自分は本当はなんか、売り込める魅力があるみたいな、あれじゃないですか。誰かしら、みんななんかしら、自分は本当はもっと、なんか評価される場所があるかもしれないみたいな。なんか、いやー、もっと緩いんだよ、この世界って。なんか、特化してないと役立たずみたいな。強み。あなたの強みは何ですかみたいな。はみたいな。私の強みですか？何でもできちゃうところですね。みたいな。いやー、そんな、絶対ないやろみたいな。思うんすけど、思われるんすけど、何でもできちゃうんで、すいません。もっと小さくてもいいです。役者として、売れなかった。声優としてデビューできなかった。そんな人でも自分を売り込める作品を丸ごと一人で作れる時代になりました。はい。AI はね、今そこまで進化しつつあります。カプコンの辻本良三さん。はい、みんな知ってるモンスターハンターの人ですね。優秀な部下をたくさん抱えてるから、作りたいものは作れます。本来、あの立場になるには、血筋と金と実績が必要です。普通は偉くならなければ作品なんて作れません。一本対策ゲームを作れる年になる頃には、もうだいぶいいお年になってしまうのが普通ですね。でも今は少しお金を払えば、作ることができます。文字が読めて、体力あって AI の言ってることがギリギリ理解できる頭があれば、誰でもできます。第2章。AI の限界と実際に使って分かったこと。もちろん AI にも苦手なことがたくさんあります。複雑で動的なもの。私、ソーシャルゲームのデイリーミッションを AI にやらせようとしたら、細かい指示を出しても全くできる気配がありませんでした。そうですね。そのまま、リソースをすべて使い切ってしまって、しばらく使えなくなってしまいましたが。ある要素が別の要素を連鎖的に動かすみたいな構造理解が必要な部分は、こちらが理解して説明しないとついてこれません。料理で言えば、フランス料理。フランス料理は、食材の温度や気温とかに左右されて、ちょっと、マニュアル通りにやってもうまくいかないことが普通にあります。つまり AI は万能ではありません。でも、今の時代、一人で無理だったことが、一人でできるようになるところまで来ています。その鍵がエージェント機能です。これを使えば、時間が足りなくて諦めていた作業ができるようになります。現実的になります。ですね、どんな天才でも、
日は24時間です。ですから、どれほどの天才がいようが、できることというのは限られています。そこの、あなた、あらゆる才能を秘めた人間だとしますよ。ですが、人脈もお金もないとなると、たった一人で世界に挑むというのはかなり難しいです。とにかく、今まで眠っていた才能、モチベーション、なんでもいい。マジで、なんでもいいから、形になります。第3章です。今やハリウッドも AI を恐れています。何十年かけて固めた巨大制作システムが一瞬で時代遅れになるからです。もちろん彼らは活用するというのも考えていますがね。でも、もっと恐ろしいのが、才能ある個人がたった一人で作品を出して対抗してくる未来です。これはただの技術革新ではありません。資本主義のゲームルールが、そのものが書き換わる革命になります。第4章、資本主義の現実と AI の矛盾。小さな努力を重ねてきた人ほど AI に仕事を奪われると怯えたり、反 AI に走ったりしています。しかし、資本主義では団結しても世の中はほとんど変わらないのが現実です。対立を煽るのは注目が引けて儲かるからです。もっと言うと、例えば、反 AI を掲げているだけで、いっぱいいいねがもらえちゃって、承認欲求が簡単に満たせてしまうからです。こんなのやらない手はないですが、これを金儲けに変える人もいます。反 AI で共感をいっぱい集めて、たくさん再生されて、いいこと言ってるみたいな、お金儲けに利用されているというのが、私の見解ではありますな。テレビでも相反する意見をぶつけて盛り上げるだけ。結論なんて出ません。というか、例えば、井戸端会議で出した結論なんて、この世に何も影響は与えません。それ、全部分かった上でやってます。彼らは全部分かった上でやってます。AI の是非について論争している方は踊らされてるだけだと私は思いますな。そして今、すでに起きているのが、計算資源の金による独占。つい先日、次々にAI 企業が値上げをしていったりしているんですよ。皆さんが使えるもの。実は内部ステータスが設定されていて、100万トークンは使えますとか、古代広告をしているところもあるんですが、一般ユーザー、ちょっとしかお金出してない人とか、無料の人とかに100万トークンとか使わせてしまうと、多分データセンターは燃えていますね。なので、100万トークンとかはあくまで理論値であって、お金を惜しみなく使ってくれる企業とかにしか使わせていないはずです。実際、私の手元でも、ローカル LLM でコンテキストを設定してみたんです。はい。どのぐらいで記憶がなく短くて話にならないのかなみたいなテストをしていく中で、私のパソコンでは当然100万トークンなんて出せないんですが、
らかに、そうですね、劣化していってしまった AI のパワー、記憶力よりはあるんじゃないかみたいな感じのことが起きてしまいました。ただまあ、じゃあローカルでいいのかっていうと、単純にそういうわけでもないです。ローカル、LLM 自体の思考能力と、LLM が頑張ってあちこち調べてきたり、複数の機能を連携させて仕事をしたりみたいな高度なことをやらせるのは別のアプリが必要なわけです。ちょっとそれを作っていたんですが、一から作るのめちゃくちゃコスパ悪いなって途中で思いました。途中で思いましたが、まあ、かっこいい外アプリはできたんで、ちょっとチャットぐらいであれば、最近の無料クラウド AI よりかは、私のローカルの方が賢いかもしれません。はい。ネット検索機能とかもつけたんですよ。ミニディープリサーチみたいな感じで、AI は本来資本主義をひっくり返せる力を持っています。なのに、その AI 使えるのはお金あるやつだけです。企業は個人では太刀打ちできないほど金を出せます。これが現実です。先月、とあるサブスクに入って AI 使っていろいろやっていたんですが、最近になって、個人で使う分の能力はだいぶ制限をされてしまいました。はい。使い物にならないと言われていますね。終章。いつの時代も嘲笑されている人たちが世界を変えてきた。ででん。だからこそ、私はここで止まるわけにはいかない。人類は新しいツールが出るたびに、それを批判して遠ざけようとしてきました。スマートフォンが出たとき、はい。ガラケーでいいや、みたいな。でかいし重いし、ダッサみたいな。ありました。写真もネットも自動車すら、最初は、まともじゃないって大バッシングを受けた歴史があります。特に写真に関しては、芸術じゃない、機械の劣化コピー、人間の創造性を奪う、大衆向けの安物。はい、皆さん、これ聞いたことあると思います。まさに、今の AI 生成画像への批判と、ほとんど同じ構造でした。新技術が既存の価値観を壊すとき、必ず同じ反応が起きていました。絵が綺麗に生成できるようになっても、それだけじゃ人間の芸術性は崩壊しません。なぜなら、方向を決めて選ぶのは人間でないと難しいからです。例えば、アトリエというゲームを出すと、ライザは初期案ではスカートでした。しかし、活発なライザには似合わないということで、ショートパンツに決まりました。キャラクターデザイン一つとっても、チームで作るのが普通です。科学ってなよ。便利な道具じゃねえ。科学ってなよ。便利な道具じゃねえ。人間の判断を加速させるブースターなんだよ。科学はよ。手間を吹き飛ばすためにあるんだよ。一人で全部やるならなおさらな。なら、科学でショートカットすればいい。だけやろ。新しい時代の幕開けは、いつだってありえないという嘲笑から始まっています。いつだって世界を前に進めてきたのは、その常識にとらわれなかった異端児たちでした。織田信長が
終わりのうつけとバカにされて、ヒカキンが金にもならない動画を上げてる変人と冷笑されていたように、イーロン・マスクが民間で火星に行くと言ったとき、世界中が大富豪の無謀な道楽と鼻で笑っていました。今、私の挑戦を無駄だとか、AI なんて、と笑う人がいるならば、それは、私が彼らの知らない未来の道を進んでいる証拠です。そうですね、今私はゲームを遊ぶことにほとんど時間割いていないです。あんな作品あったらいいなっていうのを個人の知性と努力で形にできる時代がもうここに来ているからです。面白いゲームないなら自分で作ってしまえばいい。気に入らないなら自分で作ればいい。世間が私を認めないなら結果で示せばいい。資本主義の大きな波に飲まれて踊らされてる側で終わりたくはないです。私は私の信じる道をただ前だけ見て進みます。ご清聴ありがとうございました。まとめ。AI はよ、弱いやつでも勝てる武器になる科学だ。ってな感じで、またお会いしましょう。バイバイ。